今日はこの豆を使って作るインドのお母さんから教わったマザーズレシピをお届けします。ダヒバラというインドの食べ物、皆さんご存知ですか？豆をペーストにし、丸めて油で揚げたドーナツみたいなものをバラと言います。そしてダヒはヨーグルトのことで、スパイスを加えたヨーグルトの中にバラを浸して柔らかくして食べるインド料理です。地域によって少々呼び方が異なるようで、ダヒバダやダヒワダと呼ぶエリアもあるそうです。夫の育ったエリアでは結婚式でよく振る舞われる料理だそうで、私も滞在していたホテルの隣で行われていた結婚式でご馳走になったこともあります。日本ではヨーグルトにシリアルやフルーツ、砂糖や蜂蜜などを加えて食べる甘いヨーグルトが一般的で、塩味のヨーグルトという概念自体がありませんでした。そのため当時スパイスや塩が入ったヨーグルトを初めて食べた時、その味に慣れずとても驚いたのを覚えています。インドではヨーグルトが料理によく使われますが、その代表的なものがライタです。ターリーと呼ばれるライスやチャパティなどの主食、数種類のカレー、サラダやアチャール、そしてライタがセットになって1プレートで提供されるターリーは日本でいう定食のようなもので、ライタはそのターリーに欠かせない存在でもあります。ライタのレシピは次回の動画でご紹介しようと思っています。気になる方はよかったらご覧くださいね。と少し話がそれましたが、今日作る料理は豆とヨーグルトを使ったインド料理ダヒバラです。それでは早速調理に取り掛かりましょう。途中私も驚いた工程が出てくるのでお楽しみに。まず最初に用意するのは皮なしの状態で売られているウラットダルです。ウラットダルの皮は黒なのですが、皮を剥くと白い実であることからホワイトウラットダルという名で売られていることもあります。こちらの豆を乾燥した状態で 250g を用意します。洗って一晩浸水させておきます。豆をペーストにするので、どうしてもこの浸水の工程は必要になります。一晩水を吸うと、豆がしっとりふっくらとしているのがこのように見てわかると思います。その豆をざるにあげ、水気を切ります。そしてミキサーに入れて豆の粒がわからなくなる程度までペースト状にしていきます。私はミキサーを使っていますが、インドのアンマは伝統的な石臼のようなシルバッタで豆をペースト状にしていました。ちなみにシルバッタで作るトマトチャトニはミキサーで作るものとは比べ物にならないほど美味しく、水っぽくならないのが特徴です。ボウルに豆のペーストを入れたら、次は小さな器に水少々、レッドチリパウダー小さじ1、ヒングをほんの少し加えて混ぜておきます。それを豆のペーストに入れて、さらにアンマの味はコリアンダーリーフを刻んで加えます。コリアンダーリーフは入れないお家もあるそうなので、お好みに合わせていただければと思います。手で全体をよく混ぜたら、次は油で揚げていきます。油が温まったら、豆のペーストをハンバーグのように丸く平らに形作り、油の中に入れます。豆の生地なので、中までしっかり火を通します。揚げ時間は両面で10分ほどが目安です。こうして揚げていると、がんもどきのように見えてきませんか？もちろん、食感は全く違うのですが、揚げ始めに生地から勢いよく出ていた大きな泡が小さく静かになってくると、中まで火が入ってきた証です。このように揚げ時間だけではなく、この気泡で揚がり具合を判断するのも良いと思います。そして、ここでびっくりした謎の工程が始まります。ボウルに熱湯を注ぎ、塩を加えて溶かし、その中に揚げたバラを浸します。なんと、ほぼお湯の中にバラを浸す、この工程を踏むんです。あんまだけかな？と思って、チャイを教えてもらった友人の奥さんにも聞いてみたところ、その奥さんも同じくバラを柔らかくするために、お湯に塩を入れた中に一度浸すそうです。なるほど。バラを味のないお湯に浸す行為は、最初は意味がないように思えたけど、実際には意味があったんだな。と、実際に作ってみると、日本ではなかなか体験できない調理法だったので、驚きでした。さあ、バラをお湯につけている間に、ダヒの方を作っていきますよ。
大きめの器にプレーンヨーグルト 200g に水 200cc を加えてよく混ぜます。そこへ塩小さじ4分の3とレッドチリパウダー小さじ4分の3を加えて一旦混ぜます。次はスパイスをテンパリングします。準備するスパイスはメティシード小さじ1/2の1、マスタードシード小さじ1/2の1、ターメリックパウダー小さじ1/3の1、そしてヒング少量です。小さなテンパリング用の小鍋のようなものもありますが、作り方は同じなので私はフライパンを使用しています。フライパンに油を大さじ2程度入れたら、しっかり油を温めます。次に、先ほどご紹介したヒングとスパイスを加えて、さっと火を通します。このテンパリングという調理法は、豆のカレー、ダルでもよく使われますが、高温で短時間で炒めることで、食欲をそそる香りが部屋中に広がります。短時間といっても、スパイスに火を通すのはほんの数十秒程度です。この工程で風味が格段に良くなるんです。このテンパリングした油とスパイスを先ほどのヨーグルトの中にざっと入れ、すぐ蓋をし、香りを閉じ込めます。数分待ったら、蓋を開け、かき混ぜて味見をし、味が薄いなと思ったら塩を足します。そしてお湯につけていたバラを、このヨーグルトの中に入れます。最後はお好みでコリアンダーリーフを加えます。そして料理自体は完成したのですが、まだ食べ頃ではないんです。蓋をして最低でも4時間以上置きます。一晩つけておくと柔らかくなり味も染みてさらに美味しくなるそうです。つけている間に揚げたバラをそのまま食べた実食レポートをお届けします。熱々です。やはり豆でできているので少しお豆腐にも近いような気もします。外はザク、中はしっとりホクッとしています。一口食べてみると、はい、とっても素朴でシンプルな味わいです。豆自体には塩を入れていないため、少し塩をつけて食べるとちょうど良いです。油で揚げてはいますが、豆 100% なので体に優しい感じがします。私はこのままバラだけ食べるのが好きです。さあ、ようやく4時間の時が経ちました。これで本当のダヒバラの完成です。これでインドのアンマから教わったダヒバラレシピは完。こんな料理もあるんだと楽しんでいただけていたら嬉しいです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。तेरी यादों में खो जाता हर एक साल तेरी हंसी की धुन थी प्यारी अब वो लोरी बन गई।